大変だ大変だ、変態だ。デジャブかな。それで一体どうしたのよ。先日はま寿司で1貫120円の南マグロ大トロを食べて満足していたら、スシローが本マグロ大トロをぶつけてきた。それで気になるお値段は1貫120円なのだ。そりゃやべえな。他にも期間限定品があったので、いろいろ調査してきたのだ。血で血を洗う回転寿司業界ですわね。忖度なしの食レポで敵を作る回転寿司専門チャンネルです。マグロそれは海の王者、それはまさしくキングの風格。赤身と脂身のバランスが絶妙、つまりバランスが全てなんだ。小泉公文かな。まずはじめは超レアお寿司だよ。ほうほう、一体何ですの。雪アワビ肝分羹120円なのだ。ちょっと見た目あれですわね。そんなこと言わずにちゃんと見てよ。生きたアワビからくり抜いた肝なのだ。言い方。黄色と緑色と茶色のコントラストが綺麗だろう。ますます不気味だぞ。お味はちょっと癖があるけど、見た目ほど苦くなくて血生臭くない鶏のレバーって感じ。気になった人は挑戦してみてね。秋の味覚サンマ180円。見るからに新鮮でピカピカしてる。サンマって脂が乗ってて美味しいんだよね。でも今年はサンマが豊漁でお安くなったって聞いたけど、言うほど安くないですわね。中間搾取ってやつか。我々労働者の敵。サンマ食って落ち着け。口に入れた瞬間、新鮮さがダイレクトに伝わるのだ。やっぱり旬のネタを食べるのがお寿司の醍醐味ですわね。お次は生タコ2貫120円なのだ。これって前のキャンペーンからずっと続いてるんでしょ。そう、だから今回も食べるのだ。生タコって一見シンプルに見えるけど、この噛み応えと味のバランスが絶妙。そこまで奥深いか。10月14日までの期間限定品なんだけど、販売予定総数が完売次第終了だって。急がなきゃ。でも期間終了後も販売予定総数に達するまで販売するんだってさ。わかりにくい。なくなったら終わりって書いとけ。さて後半は皆さんお待ちかね。本マグロ大トロの登場だよ。どんなネタか楽しみですわね。がっかりネタだったら同業他社の一発逆転もあるのだ。回転寿司業界の運命を決める後半、その目でしかと見よう。大げさすぎんか。楽しいお寿司動画。さて今日のお題もお寿司マナー。それもお寿司を食べる順番。さっぱりしたネタから始めて、次に脂が強いネタ、最後に旨味が強いネタの順なんだって。濃い味を先に食べてしまうと、その後の味が分かりにくくなるんだって。そんな繊細な人いるのか。それでは本編の続きどうぞ。ちょっとこれ見てよ。ホタテてんこ盛り360円なんだけど、すごく豪華ですわね。違うそこじゃないんだ。小粒なので2貫で割れねえ。誰ですかこんな不公平な盛り方を考えたのは。山本正弘じゃないの。誰それ。スシローの新社長。社長様を呼び捨て。お味はごく普通のホタテなので5粒も無理して食べなくていいかな。ホタテ好き専用って感じね。これ見てよ。めっちゃでかいのだ。超大切りうなぎは1貫180円。ほんとね、このサイズは圧巻ね。でも1貫180円は少しお高めかな。何を言ってるのだ。110円120円でペラペラに切られたうなぎを見たことあるかい。ふわふわ食感がないうなぎなんて名古屋港のボラ。なぜに名古屋港。なので少々お高くても超大切りの方がよっぽどマシなのだ。スーパーベジータみたいでかっこいいでしょ。あれをかっこいいと思ってるのか。お待たせしました。本日の目玉商品、本マグロ大トロだどどん。こんな高級ネタが1貫110円。はま寿司の南マグロ大トロ110円の値段にかぶせて潰しにかかってるのだ。サイコパスかな。ピカピカ光ってて脂も乗ってるわね。そしてこのお味はどうだ。マグロの甘みが広がって幸せの波が押し寄せてくるのだ。大げさすぎない。これだけ美味しくて110円。最後の晩餐にぴったりだね。こらこら。それでは今日のベストお寿司の発表お願いしますわ。今日のベストお寿司はどんどこどこどこちゃん本マグロ大トロ。うまみ脂のり文句なしの一品。まさしくお寿司の大谷翔平なのだ。それ前も別のお寿司で言ってなかった。続いてワーストお寿司もオナシャス。今日のワーストお寿司はどんどこどこどこちゃんホタテてんこ盛り。5粒も乗ってるけど盛りすぎなのだ。か
かといってお得でもないからあまりおすすめできないのだ。ホタテを舐めるな。最後までご視聴ありがとうございました。ここから先は前回の再放送になります。まだ見てない人は見ていってくださいね。おしまい。大変だ変態だ。自己紹介を一体どうしたのよ。浜ちゃんがカッパさんをやりに来たのだ。何？そこを詳しく。はま寿司で今日から始まったキャンペーン、南マグロ大トロとマネタ秋祭りなんだけど、南マグロ大トロがかっぱ寿司のキャンペーンとかぶってるのだ。かっぱ寿司大ピンチの巻。というわけで早速カッパの骨を拾いにはま寿司の大トロを食べてきたのだ。ちょいまだカッパさんの敗北は決まってないわよ。忖度なしの食レポで敵を作る回転寿司専門チャンネルです。チャンネル登録者数2300人ありがとうございます。改めて目標登録者数がおぼろげに浮かんできたんです。3000という数字が。小泉進次郎さん、今日はいつも行くお店のリニューアル工事が終わったので改めて行ってみたのだ。ふむそれで何か変わってたの？レーンとかシステムは変わってなくて、店内が白を基調とした色に改装してあったのだ。そしてこれ見てよ、流れる液晶画面があったよ。ここからも注文できるんだってさ。今となってはあまり珍しくないわね。そうなんだ。まずは黒ミル貝、お値段なんと110円なのだ。会計はちょっと高いイメージがあるのにね。でも黒ミル貝って黒というよりサーモンピンクだよね。まあ確かにそう見えますが、一瞬サーモンが来たと思ってキッチンに怒鳴りに行くところだったのだ。沸点低すぎない？見た目はサーモンでもコリコリの歯ごたえが最高。でもお味は100円寿司レベルだな。おっさん、ここ100円寿司やで。続いては大葉マイカ握り。これも嬉しい2貫110円なのだ。大葉と生姜がトッピングされてるね。見た目も爽やかで美味しそう。シャキシャキっとした大葉の香りと生姜のピリッとした感じがイカと絶妙に合ってるのだ。細く切ったイカそうめん風だとつるっと食べられるから楽ちんですわね。 JA バンクマイカローン。はい、お約束。前半戦最後を飾るのは宮城県産トロイワシ。これはちょっとお高い165円。コスパ重視の人には悩むところね。でもなんだかピカピカ光ってて鮮度が良さそうな感じがするよ。感じなんですね。プロの目利きじゃないからよくわからんわ。開き直った。それでも油はしっかり乗ってるよ。さらによく冷えているので鮮度が良さそうな感じがするよ。とりあえず冷やしとけ。後半はみんなが気になる目玉商品、南マグロ大トロが登場だ。もう待ちきれませんわ。後気になるサイドメニューもあったよ。尺稼ぎのために一旦変なコーナー挟みます。楽しいお寿司動画。今日はお寿司のマナーについて。お醤油のつけ方にはマナーがある。これはネタ側にお醤油をつけるのが正しいマナーだとされているわ。理由は酢飯にお醤油が染み込むと崩れやすくなるんだってさ。100円寿司の酢飯は何もしなくても崩れるけどな。それでは本編の続きどうぞ。後半初めは黄金カレーフライ、2貫で165円なのだ。でもこのフライ黄金に輝いてないじゃないか。輝いてたら逆に怖いぞ。今回はタルタルソースを選んだんだけど、このタルタルソースは中に目に見えるくらいしっかりした卵が入ってる。こういうところのタルタルソースはほとんどマヨネーズですもんね。ボリュームも結構あってこれはいい。黄金に輝いてないが誠に残念だ。金箔かかってたら満足か。さて今回のサイドメニューのコーナー、初めて聞いたぞ。コクうまあん肝茶碗蒸し286円。コクうまあん肝というパワーワードが4つもあるのだ。ただ語呂がいいだけだ。具は大きいあん肝が3つ、たけのことしいたけ、そしてあと1つシャキシャキとした食感で、そしてどこか馴染みがある味。そうだわかった、ネギだな。それくらい量で出ろ。これらの具は本当にバランスが良くてよく考えられた婦人って感じなのだ。在庫の具材じゃないわよね。そして皆さんお待たせしました。目玉商品の南マグロ大トロ、1貫110円という驚異のコスパ。確かかっぱ寿司は1貫165円なので55円も安いのね。案ずるな問題は味なのだ。パクリ、油が口の中でじゅわっと広がってとろける食感がたまらないのだ。大きさもそこそこあって
かっぱ寿司の大トロと甲乙つけがたいのだ。総合的な評価ではお値段の差ではま寿司がこうってことですね。かっぱさんとりあえずおつ。それじゃ今日のベストお寿司を教えてちょんまげ。今日のベストお寿司はどんどこどこどこちゃん南マグロ大トロ。この価格で大トロが食べられるなんて夢を見ているかのようなのだ。贅沢に大トロを楽しみたい人は売り切れる前に食べておくのだ。遅い時間帯だと売れ切れてるかもね。続いて今日のワーストお寿司は今日のワーストお寿司はどんどこどこどこちゃん黒見るかい。決してまずいとかじゃないんだけど貝の甘みがあまり感じられなかったのだ。ちょっと鼻もないですしね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。おしまい。